あらゆる平行次元世界の支配を企む悪の時空帝国魔党に囚われた時臣博士は恐ろしい研究をさせられていた。次元侵略を目的とするそれほど新しくもないタイプの兵器、すなわち大聖杯を動力源とする巨大人型兵器の建造である。そういうわけなんだが、リン、よく聞いてくれ。隙をついて奴らの基地から抜け出したが、私はもういろいろと無理だ。だが奴らの目を逃れてなんとか超兵器 GS-1 を完成させることができた。どうか私の意志を受け継いで時空帝国魔党と戦ってくれ。何してるんですか、お父様。ちなみに私は別の次元から来た時臣お父さんだから、君の世界のお父さんとは厳密には別人だということは心に留め置いていてほしい。都合がいいかね。そうだろうね。つまり私は我が一族の師である宝石王の第二魔法を何気に再現してしまったということだろうか。手段と目的が入れ替わっちゃってるわよ、それ。とにかくもう頼みの綱は我が娘リン、お前しかいないのだ。見つけたぞ時臣博士。裏切り者には死あるのみ。死ねい神事大将軍ビーム。危ない、リン。私狙われてなくない？バー無事か、リン。お父様。だがお父さんはもうダメだ。頼む、妹の GS-1 と力を合わせて父さんが愛したこの世界を守ってくれたまえ。勝手に世界の運命を押し付けないで。大体何よ GS-1 って。妹？すでに完成していたのか。 GS-1 ことギガンティックサクラってわっ。何なんですかこれは。なんで朝起きたら私こんなんなっちゃってるんですか？もしかしてさくら？ちょっと見ない間に随分大きくなって。いや、そのね。あら？姉さんの小さい頃にそっくり。なるほど。つまりまた私に外れくじ引かせたってことですか？もっとおさん。いや、私はもう死んでるので苦情はリンに。ってお父さんは死んでるぞ。死んでいるのだとも。とにかくあとはリンと話し合って姉妹仲良く世界を手玉に取りたまえ。リン、何？もろもろ任せた。楽して勝つのが上策よね。頼んだわ、セイバー。お願い、レデューサー倒しちゃっていいわよ。いやー、ここだわ。発進。桜シュート。桜シュート。
しようっと。強くなったわね。期待しすぎないようにし。デロースーパーレア白サバゲット。そこに行っちゃうわけ？行くわよ。楽して勝つのが上策よね。今よ。頼んだわ、セイバー。お願い、セイバー。やっ、お茶。発射。ベルトリリース。お願い、ライダー。期待しすぎないようにして、なるべく豪華なサーバント。それを待ってたのよ。そこに行っちゃうわけ？ボッコボコにしちゃうんだから。よーし、派手に暴れてみましょうか。頼んだわ、セイバー。ここはあなたよ。よろしく。やっ、絶対当てなさいよ。今よ。頼んだわ、セイバー。頼んだわ、あーちゃん。これお願い、ライダー。絞り尽くしちゃいます。力系下僕ども。メデューサ発射。ビリビリサンダル。お願い、ライダー。今よ。
ュッとします。頼んだわ。クニッとします。ビビっちゃう。ダメ。手技スライダーボーナス。メデューサ発進。絞り尽くしちゃいます。でも巨大化しても戦うのはサーバントなのね。システム的な問題なので仕方ないんですよ。っていうか姉さんの新デザインの主人公キャラなのになんで私はまたこんな扱いなんですか。安心するんださくら。ギガンティックサクラ、通称 GS1 である君も新デザインなのだよ。そういう問題じゃありません。遠坂エレガントレーダーに敵の反応だ。そこまでだ、裏切り者ども。仲間割れして疲弊したところを叩く合理的な僕登場。再改造で IQ5800 に進化した新次宇宙将軍の罠にはまったな。さあ戦闘員クローンシンジどもやってしまえ。ワカメワカメワカメ。ああもう次から次へとめんどくさいわね。さくらとにかく蹴散らすわよ。話はその後。仕方ありません。別世界の小さな姉さん行きますよ。行け GS1 と我が娘よ。黙らっしゃい。来るべき近未来。つい勢いで時空帝国マトを乗っ取ってしまったリンは時空皇帝カイザー・リンとして世界征服に乗り出した。完成した GS シリーズにもはや敵はいない。世界は征服されたがっているのだ。海の GS2 ブラックサクラ。はいはい、いつもの黒サクラですよ。空の GS3 BB サクラ。続編まだなんですか。そして陸の GS1 ギガンティックサクラ。行けい世界を征服するのだ。結構楽しいわねこれ。なんでこんなになってるんですか。欲望の勝利ね。強くなったわね。いけるわ本調子。出ろスーパー